今朝の10時です。今日は火曜日なんですけど、昨日月曜日までに仕事を一山乗り越えて、すごく今すっきりしてる状態なので、今週は割とずっと落ち着いてて、なのでカフェに行って読書したいと思います。今日はちょっと寝不足で、家にいたらソファーで寝ちゃって後悔しそうなので、外に出たいと思います。ネイルはネイルズインクのワンステップマニキュアエミリーという色です。このネイルをあと1分ぐらい置いたら出かけたいと思います。今日の服装は古着の T シャツにインサイレンスの黒デニム、そしてバッグは、ヴィンテージのバッグ。今日つけていくキーホルダーはマムアンちゃんとロンドンで買ったキーホルダーとギウのネイルオイルです。今日持っていくハンカチはビビアン・ウェストウッドです。ナインストーリーズのブックポーチに本を入れて持っていきます。よいしょ。では行ってきます。あれからお風呂に入ってちょっとダラダラソファーから動けず、気づいたら7時になってました。これから晩ご飯を作ります。でこれが最近購入した鹿児島のチラン茶、新茶なんですけど、実家に帰った時に母が知人からこの茶っ葉をもらって入れてくれたお茶が美味しすぎたので、自分でも探して購入しました。ベースで売ってました。これを最近入れて冷たいお茶にして飲んでます。
いただきます。これ明日ね。もう冷蔵庫にキャベツしかない。明日はいいかもしれない。今10時過ぎです。今日は友人と会う約束をしているので、これから出かけてきます。幡ヶ谷にあるギャラリーコミューンっていうところで、私が大好きなセイムペーパーの展示が今やってるので、それを友人と見に行くのと、ランチとお茶すると思います。今日の服装は古着のタンクトップのトップス、ここがちょっと透けてるやつで、これ中にユニクロのインナー着てるんですけど、それとホリデーのオールインワン、後ろにホリデーって入ってると思うんですけど、これいつだろう、これも相当前に買ったやつです。裾もヒラヒラしてて可愛いです。バッグはヴィンテージのバッグで、中には財布、リップ、アルコール消毒、ウェットティッシュ、小銭入れなどが入ってます。今日持っていくハンカチはスイミーのこのエイリアンが描かれたハンカチです。See youってやつと犬と遊んでるやつが好きです。でミニバッグと別にトートバッグを持っていくんですけど、これは一昨年の東京アートブックフェアで彼が見つけて購入したやつです。取っ手がオレンジで肩掛けの紐もついてるんです。こういう感じです。この中には友達にあげるやつと、タマフレンズのポチの巾着にカメラ機材を入れてるのと、大輔近藤さんのお花のポーチに絆創膏、皮膚科でもらった薬、トイレの一滴消臭源、小林製薬一滴消臭源、いつもピンクの香りを使ってるんですけど、今回新しくこっちを買ってみました。ウォータリーグリーンの香り、個人的にはリンゴとグリーンって感じの匂いです。それでは行ってきます。かわいいな、やろうかな。たまごっち、いや、やりたかったな、たまごっちのぬいぐるみマスコット。新宿はそうじゃないよね。親父嘘でしょ。アメッチか口パッチ。口パッチも可愛いな。マメッチも確かにね。マジで嫌だな。やるんだよな。敵だったの？嘘でしょ。やるんだよ。私本当に嫌だって言ったやつ引いちゃうんだよな。木だよね。木だね。木だ。怖い怖い。ジャルマルだけです。欲しいの。多分ね、出ると思う。頑張る。くすみ丸じゃない？
か質感なんかもちゃもちゃしてる。もちゃもちゃしてる。かわいい。よかったやん。かった。これでももったいないな。私もさ、家でさ、今日買ってきたものを紹介します。まず幡ヶ谷にあるコミューンでやっていたセイムペーパーのイベントで購入したもの。可愛いんだよこれ。めっちゃ可愛くない？セイムペーパーって書いてある。うちは可愛い。でカラビナついてるからね、バッグにつけられるよ。これも特注だ。アマチュアって書いてある。これはセイムペーパーのアパレルラインの名前、アマチュア。今日教えてもらったコミューンの人に。今回は石がモチーフになってんのかな。じゃーん。石とここにブドウというセンス。かわいいわ。色合いもかわいいしね、ちょっとネイビーっぽい感じで、これだからバンダナなのかな、こうやってね、ハンカチとしても使えるしね、かわいい。最後 T シャツ、じゃじゃーん。フロントはキノコいる？プリントかわいいんだよ。これはね M サイズで身幅がゆったりめになってるから、私の好きな感じのセイムペーパーの白いロン T とあとグレーのパーカー持ってますけど、 T シャツも新たに加わりました。イエーイ、めっちゃかわいい。今日のガチャの戦利品今日いっぱいあるんですよ。まずこれおじゃる丸、めっちゃ可愛くない？タグ切れるかな、ギリギリで。タグいらないな。この中からおじゃる丸当たったんだよ。ニコニコプン。これじゃじゃ丸かピッコロが良かったんだけどさまた木、前もさ目印チャームで木当たったの全然覚えてない。マジ？もう今全てのキーワードが初めて聞いた。まあこれ幡ヶ谷でやって、でその後新宿行ってやったのはこれやりたくて、たまごっちのぬいぐるみマスコット。これ親父っちか口パッチ狙ってたんだけど、ミミッチ当たって。でも多分ミミッチねレート高いと思うんだよ。 JK とかみんなミミッチ欲しそうな感じだった。もう一回欲しくて回したらまたミミッチが出て、それはあげた友達に。でもやっぱ口パッチか親父っちが良かったんだけど、6台ぐらいあって回す女子たちがみんな親父っちが外れじゃんっつって親父っちだけいらねえみたいなのがあって、親父っちってそういう感じなんだって思って。親父っちが可愛いはよくわかんない。これちいかわ初挑戦。ちいかわかわいい。たい焼きにしがみついてるよ。めっちゃかわいいよ。ミートボールかいなり揚げ餅が良かったんだけど、これもかわいい。全然興味なかったのだけどさ、最近東宝シネマズでさちいかわが上映中はお静かにみたいな上映前のアナウンスをちいかわのアニメがやるじゃん、やってるね。あれがさ可愛くて、初めてちいかわに目覚めそう。怖い。ちいかわ目覚めたらおしまいなんだよ。すごい置いてあるもんね。そうだよ。かわいい。やばいかな。これが今日の戦利品です。結構今日当たりかもしんない。ありがとうございます。
今朝の9時半です。これから仕事をしたいと思うんですけど、昔から指先に漢方っていう気泡みたいなのができちゃって、それ今ひどくて痒くなって、なんかプツプツになって皮がむけるんですけど、それ見た目もなんかちょっと軟膏を塗ってるので、こういう手袋をしてます。これ100均で買ったやつなんですけど、片方なくしちゃって手袋してます。とりあえず午前中は仕事を進めたいと思います。なんか鑑定士みたいな。2時前ぐらいまで仕事をして、遅めのお昼を食べて今3時なんですけど、今から旅ノートをまとめていきたいと思います。今年のゴールデンウィークに彼と2週間ヨーロッパに旅行に行ったんですけど、その時にこのノートを持って行ってて、旅での思い出とかを記録してたんですけど、この革のカバーはペーパーリパブリックのやつで、開封当初は結構張りがあったんですけども、1回の旅行でねちょっと味が出た気がします。傷とかもいい感じについてる。このノートをセットアップする様子は別の動画にまとめてますので、もし気になった方がいましたら見ていただけると嬉しいです。で、今日は何をするかというと、私は旅行先でできれば手書きで残したかったんですけど、そんな余裕がなくて、割とノートに書き込むっていうことはできなかったんですよ。でも、移動中とかホテルで寝る前とかにスマホのメモに日記をつけてて、どうしても手で書いてると書きたいことが手のペースに追いつかなくて、だからスマホのメモにバーって打ち込んでたんですけど、それが今ここにあるこういう感じで、当時スマホのメモ機能で書いた日記で、ワードにしたら16ページ分ぐらいあったかな。でこれをコンビニで印刷してきたので、これをこっちのノートに貼り付けていく。プラスこれもコンビニで印刷したんですけど、旅中に撮った写真を印刷してきたので、それも合わせてノートにペタペタ貼りたいと思います。あと旅先でもらった袋とかショップカードとかそういうのがあるんで、それもまとめて貼っていこうと思ってます。去年の旅行で作った旅ノートがあるんですけど、これは割とその場でペタペタ貼ることができたんですけど、それでもまだまとまってはなくて、でこっちの反省点としては、後から写真をいっぱい貼りたかったのに、その余白をうまく残せてなかったっていうところがあったので、今回の旅行では自分の思ってることをその場で書いて、でここにこのショップカードとか貼りたいなとか、ここに後々メモで書いた日記とか貼りたいなっていうところを鉛筆で1日目の日記とか、ここにこれを貼るみたいなの大体書いておいたので、それにうまく合わせて貼っていければいいなっていう感じです。という感じで旅ノート作りを始めたいと思います。堀井美香とジェーンスーのオーバーサーだって大きい声で言ってください。そうです。あるからまだだった。じゃあ26回今日からでございますので、ぜひ勝負。今回のこの旅ノートは、スペインのバルセロナ、ポルトガルのポルトとリスボン、ノルウェーのオスロとベルゲンをまとめるんですけど、あれから数日経ってポルトガルのリスボンの途中までまとめ終わりました。モザイクだらけにはなっちゃうんですけど、どういう感じでまとめたかささっとお見せします。まずここからスペインのページ、これは旅行中に撮った写真をプリントしてペタペタ貼ってます。この辺の文字はポスカで書いてます。これは飛行機の中でもらったチョコレートの包み紙、これも飛行機の中にあったエチケット袋の封筒みたいなやつですね。この細かく書いてある部分が当時スマホのメモで日記をつけていたものをコンビニでコピーしたものを貼ってまして、ここら辺は旅のスケジュールを入れてたり、これは電車のチケットですね。これお土産の袋とか、
これレストランで出たペーパーナプキンを持ち帰って貼ってます。こういうのはスペインの文房具屋さんで買ったシールを貼ってます。これはレストランでできたウェットティッシュの袋。そうですね。これも文房具屋さんで買った時にもらった袋と、航空券のチケット。ここからポルトガルが始まってます。で早速そのページ配分をミスってて、ポルトガルがここから始まるっていうのがすごい曖昧になっちゃいました。お店でもらったショップカードなども貼ってます。これはお店で出てきたストローの袋ですね。ショップカードがこれはポルトガルのポルトの鉄道のチケットです。これ下に敷いてあるのがお店のポップみたいな感じです。ポルトガルはアズレージョっていうタイルが有名なんですけど、そのタイルを旅行中めっちゃ写真撮ってたので、それをペタペタ印刷して貼りました。この辺もショップカードとか、ポルトガルはタコが有名なので貼りました。有名なスイーツのナタの写真とかを貼ったり、これはポルトガルのリスボンの鉄道のチケットですね。でこれはナタをお持ち帰りした時にもらったついてたシール。今のところここまで出来上がりました。やっぱり間隔の開け方を間違えてて、なかなか思い通りにはいかないんですけど、自分なりに楽しく旅の記録をまとめています。またここで報告できるようにちょっと頑張りたいなと思います。